通るような味わいと、やはりいい心地いい泡の感じなんで、寛容性のある幅広い味わいと相性がいいですよね。中目黒にある日本料理円錐の店主伊藤亮介です。本日作るお料理がアワビ、車エビの夏野菜のわさびあんかけのお料理でございます。本日は愛媛県産の車エビ、島根県産のアワビがメインでお料理を作っていきます。食材を調理する前に大元となる鰹節削ってお出汁を引いていきたいと思います。こちらが指宿の本カレー本節ですね。指宿市山川町の堺商店さんの鰹節ですね。鰹節の削りたての香り味わいにとても大事にしておりまして、削りたての鰹節を昆布だしの中に入れて、これからお出汁を作っていきます。鰹節の状態がいいとこのような感じで長く切れますね。やっぱりこれが旨味が直球にくるんですけれども、これで10分20分もしくは1時間とか1日経つと酸化した味わいが取れちゃいますよね。そうするともうこういった味って出なくなっちゃうんですよね。でこの酸化する前の状態の鰹節を昆布だしの中に入れてお椀のお出汁を取っていきますね。頭を取りながら背わたを取りまして、指はのし串ですね。まっすぐに串を打ちます。こちらが、お水とお酒を入れたお湯ですね。こちらにだいたい15秒ぐらいですね。これぐらい大きい車エビになってくると、やはり噛んだ時の食感がすごい筋肉質ですごい美味しいですね。で頭は割ります。でエビは串打って今から炭火で焼いて香ばしさをつけて、エビのお出汁を作っていきます。これパキスタンの岩塩ですね。甘みがあるんですけれども塩味がすごい穏やかなんで、魚介とは相性すごいいいですね。で炭火でじっくりと香ばしさを出していきます。先ほど引いたお出汁と合わせて焼いたエビのお出汁ですね。エビもそうですし、あとはですね、カニもそうですけど、焼いた時にねやはり香ばしさが出てきます。では、こちら焼き上がったエビを入れます。この後コトコトと、炊いていきます。でエビの味が抽出待ってる間、こちらの食材を全部切り出ししていきます。まずはホタテですね。こちら昆布締めしたもので、この後お醤油で味を取っていきます。アワビは6時間蒸し煮したアワビですね。並切りにすることによって調味料とか、今日の場合ですとエビのあんかけなんでエビのあんと絡みやすくなりますね。でその後は細かい包丁目を入れていきます。もうほぼこれはできましたね。あとはもうとろみつけて、冷やすだけですね。これが、千両ナスですね。焼きナスの状態にして、お出汁で味を含ませてます。ヤングコーンは素揚げですね。素揚げして出汁に含ませてます。トマトは甘みの強いアメーラ・ルビンスですね。これは湯むきしないでそのまま盛ります。エビのお出汁が取れましたので、一度リードペーパーでこしていきます。醤油のコクを足します。この後は水溶きくずでとろみをつけるんですけれども、冷やすので
結構気持ち薄めにとろみつけた方がくずは入れるときは常に回しながらですね、ダマになってしまうので、しっかり沸かして粉っぽさをなくす。でこの時にエビ自身の脂とかも少しあるんで、それをちょっと乳化させるみたいなイメージでしっかり沸いたところに混ぜてあげるとすごくうまみが上がりますね。では冷やしていきます。では冷めましたのでエビあんの完成ですね。それでは盛り付けに移ります。ホタテは盛る直前に、薄口醤油で味をつけます。あらかじめ醤油とか塩をしてしまうと離水してしまうんで、盛る直前に薄口醤油で味を整えます。昆布締めしたホタテを醤油で味付けしました。でボイルした車エビですね。ここは包丁目入れてあるんですけど、その間にわさび醤油のペーストをちょっとこう忍ばせます。アワビですね。で食感にナルトのわかめですね。で今持ってる食材にはほとんど油分が入ってないんで、ちょっと油分を入れると美味しく仕上がるんで、そのためにヤングコーンは油で揚げておりますね。ウニは味わいというよりちょっとアクセント的なソース代わりに食べていただくイメージですね。トマトの酸味ですね。こちらはシソの葉っぱですね。彩りとこんな可愛らしいサイズですごくシソの味がしっかりですね。アクセントに入れますね。鶴紫の花ですね。これはぬめりがありますね。食感のアクセントとしてすごくいいですね。彩りも綺麗ですね。シソの花ですね。これは先ほどのシソの葉っぱとまた違った性質の香りがありますので、少しすだちの果汁をかけて、あとは果汁だけじゃなくて皮も添えます。それでは仕上げにエビのあんをかけて完成です。エビアンスパークリングは2023年5月から業務用向けに販売がスタートしたスパークリングウォーターです。最初の飲み口、泡感、アタックがすごく、キレのある強さ。でも最後の飲み口はとても柔らかな、上質な水の感じが感じられるお水ですね。それではどうぞお召し上がりください。はい、いただきます。これはどのようにいただくのが一番いいでしょうか。一番メインのところ、車エビを前に持ってきてますので、はい、車エビを、エビあんに絡めながらですね、はい、お召し上がりください。はい、まずはメインのエビをいただきます。大きい車エビならではの食感、そういった甘みを最後に感じていただいて、その余韻でスパークリングウォーター飲んでいただくと、軽やかな泡と上質な水の味わいがすごく相性いいと思います。本当ですね、今まさにもう全部言語化していただいたんですけれども、プリッとした食感の後にものすごく甘みがお互いが引き立ち合うというか、そういう感じがとてもしますね。鶴紫のお花も初めていただきます。今焼きなすの本当に香ばしさ、前菜で、火を使われないって言ってたんですけど、香ばしさとあとあんの香ばしさ、うまみと、それにまたエビアンが加わるとまたさっきとは違う表情というか、第三の味みたいなものが出てくる感じがしますね。やっぱり日本料理とエビアンスパークリングのペアリングっていう考えた時にポイントになるようなところっていうのは、考え方としてどういうところがあるのか教えていただければと思って。最初に思いつかんだのがやはり柑橘が相性がいいので、柑橘から考えて、位置づけとしてはやはりスターター、シャンパーニュのような位置づけでいいと思います。すごく泡もキレもいいですし、そういったものに合わせるにはやはり単調な一つの食材を出すっていうのではなく、華やかな食材といろんな食感、香りなどを合わせていただいた方がスパークリングウォーターなのかなと思ってますね。
とても美味しくいただきました。ありがとうございます。